購入時にワイヤレスカメラじゃなかったワイヤレスマイクリアル 4K と申しましょうか、ネイティブ 4K と申しましょうか、 YouTube にアップロードした時に再圧縮されるんですけれども、 2.7K 撮影で YouTube には FHD でアップロードしていこうかなというふうに思っておりますけれどもね。はい、皆様こんにちは。本日はですね、帰ってきました中華アクションカメラサフォーラ SF530 Pro を使いましてモトブログの方をしていきたいと思います。こちらのカメラはですね、特徴といたしましては、購入時にワイヤレスカメラじゃなかったワイヤレスマイク、ワイヤレスカメラってなんだ、ワイヤレスマイクの方が付属になっておりまして、なかなかですね、重宝するカメラではあったんですけれども、ただ一度人手に渡ってですね、その方がメジャー3大メーカーのカメラの方を購入したので、こちらの方はお返ししますという形で戻ってきた出戻りの SF530 Pro なんですね。で、こちらの方ですね、私自身がなぜ手放したかと言いますと、なかなかワイヤレスマイクの方は使い勝手が良くてお気に入りではあったんですけれども、どうしても映像がですね、ちょっと厳しいかなというふうに思ったんですよね。で、今まではだいたいどのカメラでも 4K 撮影をいたしますと、そこそこ精細感の方が出て、YouTube の映像として使えるかなという画質だったんですが、こちらのカメラはですね、残念なことにリアル 4K と申しましょうか、ネイティブ 4K と申しましょうか、撮れないんですよね。そのため、撮影をするにあたってですね、いろいろな工夫をしたりですとかいたしまして、頑張ってきたんですけれども、なんとか 2.7K で撮影いたしまして、それでアップしていたんですが、手間といえば手間なんですよね。ちなみに FHD で撮るのではなくてですね、2.7K で撮りまして、そして YouTube にアップするときには FHD に変換した動画の方をアップしていこうかなというふうに考えているんですよね。そんな感じで今後はですね、進めていこうかなと思うんですが、以前にですね、DJI Osmo Action 4で FHD 撮影をいたしまして、それを YouTube にアップしたことがあるんですけれども、その時はですね、FHD の画質でも結構見られるなというふうに思ったんですよね。で、見られるなというのは、Osmo Action 4の映像がということではなく、YouTube にアップロードしたときに再圧縮されるんですけれども、その再圧縮をされても、FHD で見れるかなという感じだったんですね。で、FHD でアップロードをいたしますと、コーデックというものが使われて YouTube の方で再圧縮をされまして、動画の方が視聴できるようになるんですけれども、でその再圧縮で利用される今お話ししたコーデック、全部で3種類あるんですよね。で、まず、今回ですね、アップロードした動画の方は、多分ですけれども AVC1 という YouTube では低ビットレート低画質で配信するために使われているコーデックみたいなんですね。で、もう一つがですね、VP9 というものでして、それはですね、中ビットレート中画質ということになるんでしょうかね。AVC1 が使われているコーデックの YouTube 動画よりは画質は良いと。で、もう一つが AV1 というコーデックの名前なんですが、こちらはですね、低ビットレートで高画質と
という動画にしてはですね、理想的なコーデックなんですよね。低ビットレートにいたしますと、小さな容量の動画ファイルとしてできますので、そういう面では、非常に理想的かなと思うんですね。で、話の方が戻りまして、こちらの SF530 Pro で FHD の動画を YouTube にアップしたときにですね、見られる動画になるかなと、どうかなというところを今回アップロードしてですね、確認してみようというために撮っております。そしてこのカメラは使えそうかなという映像が撮れる設定がですね、2.7K30 フレーム、そして手ブレ補正はオフにすることによってですね、まず使えそうな映像が撮れるんですね。で、同じように 4K の30フレーム、手ブレ補正オフで撮影した映像というのがですね、最初にも言いました通り、リアル 4K ですとか、あとネイティブ 4K で撮れるカメラではないので、随分ボケボケの映像になってしまうんですよね。で、それを 2.7K の30フレームに変更して撮影いたしますと、見られるかなという感じなんですね。で、どちらの解像度設定でも手ブレ補正をオンにして使いますと 2.7K もボケボケ映像になってしまって、ちょっとこれは使いづらいかなというふうに思うんですけれども、そのためですね、2.7K30 フレーム手ブレ補正オフで使えそうな映像に、私がですね、以前からやっております後から手ブレ補正をかけると、手ブレ補正オフの映像で SD カードには記録されるんですけれども、動画を編集するときにですね、手ブレ補正をかけるというような形で現在動画の方アップロードされているかと思いますけれども、このカメラですね、どうしてそこまで手ブレ補正を使うとボケボケ映像になってしまうかと言いますと、手ブレ補正を使いますと撮影できる範囲が狭くなるんですけれども、で、その狭くなった範囲をまた拡大してですね、その拡大するときにデジタル拡大になってしまうので、ボケボケになってしまうんですけれども、そして拡大された映像が SD カードの方に記録されると。で、その拡大率なんですが、確かですね、このカメラ、25% か27% ぐらいあったと思ったんですよね。それだけですね、拡大されてしまえば、ボケボケにもなってしまいますので、そのため、ボケボケ映像にならないように、手ブレ補正オフにして撮影した動画を後から編集ソフトで、そうですね、だいたい 10% ぐらいデジタルズームされるような感じで手ブレ補正の方をかけますと現在の映像になると。ちょっと説明の仕方が悪くてですね全然伝わってないのかもしれないんですけれども、SF530 Pro というのはですね、あまり私個人が思っているのは画質に関してはよろしくないというふうに感じておりますので、なんとか YouTube で使えそうな動画の方になっていればいいんですけれどもね。先ほど言いましたコーデックが AVC1 で YouTube から配信されていると思うんですけれども、他のコーデックと比べてですね、ブロックノイズが出やすいんですよね。多分今も道路の方ですとか表面が
ブロックノイズ出ているのではないかなというふうな気はしますけれども、どうでしょうね。実際にアップロードして確認してみたいと思いますが、もし今後ですね、お安い中華アクションカメラの方を購入いたしまして、そしてリアル 4K だったり、ネイティブ 4K だったりで撮れないカメラの場合はですね、2.7K 撮影で YouTube には FHD でアップロードしていこうかなというふうに思っておりますけれどもね。ただ今のところ、リアル 4K で撮れるものばかりで、この機種だけがリアル 4K で撮れないので、少し手間はかかってしまうんですけれども、やっぱり所有しているので、どこかで何らかの形で使いたいですよね。このカメラですね、風切り音軽減機能というのがありまして、そちらの方を使うとですね、使わない時に比べますと、ヘルメットの中に入ってくる巻き込んだ風ですね。それによる風切り音というのが軽減されますので、元ブログでは心強いかなと思ったりもするんですが、ワイヤレスマイクの方にはですね、ノイズリダクション機能の方が搭載されておりますので、あまりにも風が強かったり、周りの環境音が大きかった場合はですね、そちらの機能を使えばいいのかもしれないんですけれども、今回のようにですね、ワイヤード接続しているんですが、そういう場合はですね、カメラの機能として搭載されている軽減機能の方が役に立つので、そういう点も悪くないんですけれどもね。で、意外とバッテリーも長持ちするので意外とと言いましても、せいぜい1時間とか1時間半とかぐらいなんですけど、ただその使っているバッテリーがですね、1050mAh の容量の非常に小さいバッテリーなんですよね。それでもそこまで録画時間長くなりますので、解像度が低くて手ブレ補正も使っていないということも関係しているかもしれないですけどね。いやー、今日は朝から天気がいいんですよね。こんな日はですね、走りに行きたくなりますよね、やっぱりね。ただ原付は遅いので、事故には気をつけて走りたいと思いますけれど、さあどのぐらい撮ったのかな、ちょっとわかりませんけれども、そんなわけでして、そろそろですね、こちらのカメラでの撮影の方は終了して、またカメラを変えて走行の方は続けていきたいと思います。本日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。